こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはですね、これです。わかりますかね、モトローラーのインターナショナル3000という携帯電話です。今日はここに、現物も持ってきてますけどね、こんな感じになっちゃうんですけれども、結構重さもあります。これをですね、今日は作っていきます。現代の携帯電話、モバイルフォンの元になる製品は1973年にモトローラがデモンストレーションしたと言われています。その後の、今日作るようなブリックフォンにほぼ近いイメージのものが、作られていたわけです。ただし米国では FCC、米国連邦通信委員会から許可が下りず、なかなかサービスが始まらない中、その間に日本やバーレーン、北欧各国で携帯電話サービスが始まりました。日本では1985年にショルダーフォン、それから1987年に携帯電話のサービスを NTT が開始しています。今回作っているインターナショナル3000はモトローラ製なんですが、モトローラはこうしたデザインのブリックフォンをダイナタックという名称で販売していました。ところがですね、このインターナショナル3000はその後のデジタル方式1994年製なんですよね。1990年代の半ばといえばモトローラ自身がそれよりも二回りも小さいようなマイクロタックとか、さらに小さいスタータックというわずか 88g の携帯電話を発売しようというタイミングです。日本ではこうしたブリックフォンはかなり前にもう使われなくなるんですけれども、海外では船の中とか自動車の中なんかでこういう大きい携帯電話を使う人たちがまだまだいたんですね。香港では携帯電話のことを大光台と呼んだりするんですが、それは大兄貴とか大ボスといった意味なんですね。日本でもこの種のブリックフォンは一部そう呼ばれた人たちが使っていましたよね。ということでできました。このインターナショナル3000は電話だけじゃなくてショートメッセージなんかも送れるので、わざわざ香港や台湾に持って出かけてですね、ちょっと何かの映画シーンみたいな感じで使ったりしていました。個人的にモトローラは大好きなブランドでマイクロタック、スタータックと使ってきたんですけれども、やっぱりこの形、これがモトローラの原点ということで、このブロックのシリーズの中でもかなり気に入ってるんですけどね。ということで来週も作ります。見てください。